ポカピカメッセージ。こんにちは。案内人のポカピカ仙人です。いきなりですが、あなたは誰ですか？あなたのアイデンティティは何ですか？誰もが一度は私は誰なのか、私はどう生きたらいいのかと考えたことがあるのではないでしょうか。今の世の中ではほとんどの若者がアイデンティティは自分で作るものだと言うでしょう。しかし深く考えてみてください。私たちは本当に自分のアイデンティティを自分で作り上げているのでしょうか。それともそれは与えられたものなのでしょうか。実は皆さんが根本的に悟るべき内容はこれなのです。自分が男として生まれようが、女として生まれようが、またアメリカ人として生まれようが、韓国人として生まれようが、日本人として生まれようが、アフガニスタン人として生まれようが、どこの国で生まれたかについて、また私がどのように生まれてきたかという問題において、自分にはいかなる選択権も持つことができなかったということです。そして自分が生きている時代も自ら選択したものではありません。ですから自分をいかに作っていくかという質問は適切ではありません。それよりむしろ私は何のために生きるべきかと質問すべきです。つまり私のアイデンティティは私以外から与えられたものなんですね。ではどのような形で与えられるのでしょうか。皆さんは自分の人生においてどのような種類の愛をまず最初に経験し理解するでしょうか。その愛は親子間の重的関係から来るものです。それが私たちがこの世に生まれて経験する最初の愛の関係なのです。アメリカ人であろうと日本人であろうと、また韓国人であろうと、どこの国であったとしても、皆さんの家庭が崩壊していなければ、父母こそ自分が誰でどのような人間になるべきかということに決定的な影響を与える人であるということに同意するでしょう。父母との愛の関係が土台となっているのです。けれどそのお父さんお母さんも自分のアイデンティティを自分で決めたわけではありません。おじいさんおばあさんも1000年前のおじいさんおばあさんもそうです。誰も選んでいないのになぜあるのですか。人間は第一の原因的存在ではありません。第二の結果的存在だというのです。人間は結果的存在なので、原因の起点に持っていって合わせろというのです。第一原因とは創造主のことです。人間は被造物、結果です。つまり私たちのアイデンティティを知るには、神様が私たちを創造された動機に焦点を合わせてみなさいということなのです。神様は特別な身旨を成し遂げられるために万物を創造されたのであり、その目的はまさに愛の具現にあります。神様は誠の愛の根源であられますが、どんなに全能な神様であられるとしても、一人では決して愛の喜びを感じることができません。神様は愛の対象が必要であり、その対象から自発的な愛が返ってくることを願っていらっしゃいます。その対象としての最高の被造物がまさに私たち人間です。そのような理由で人間の生命には目的があるのです。人生の目的は成熟し、神様と永遠の誠の愛の関係を実現するところにあるのです。
まさにこれが神様と人間の間に平和を作り上げる根本原理なのです。人間はなぜ作られたのでしょうか。愛のために作られたのです。人間が万物と違うのは神様の息子娘として作られたからです。神様の直系の愛を受けることができる対象者として作られたというのです。ズバリ、画面の向こうにいるあなたも私も、すべての人が神様の子供として創造されたのですから、私たちは一つの大きな家族なのです。これが私たちの基本的なアイデンティティではありませんか。すると私たちは神様の子供ですから、神様に似ていきますよね。どのようにして神様に近くなっていくのでしょうか。ヒントは家庭にあります。家庭を持つことで子供を産み育てていきながら、神様の創造の動機や愛の導入を大切にしていけるのです。このようにして神様は私たちを共同創造主として承認していこうとされたのです。さて、あなたはどんな風に感じましたか？それでは次回もポカピカな素敵なメッセージを紹介します。また会いましょう。